んにちは。リトルピープルです。家庭菜園にぴったりの植物たち紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。オクラは7月種まきしても十分収穫できます。淡黄色の清楚な花を咲かせます。オクラの花は1日花で早朝から開花を始め、夕方にはしぼんでしまいます。アフリカ原産のため高温性で10度以下では生育が停止してしまい寒さに弱い作物です。直根性で吸肥力が強いため高度が深く排水の良い肥沃な土壌が適しています。過湿に弱く生育不良を起こしやすくなります。オクラは栄養も豊富でビタミンやカルシウムが多く含まれています。栄養価が高く夏のネバネバ食材として人気のオクラ。ビタミン B1、B2、C、カロテン、カルシウム、リン、鉄、カリウムなどを多く含みます。オクラを切った時のネバネバはペクチンと呼ばれる成分で消化を助けて胃が荒れるのを防ぐ効果があります。オクラは比較的育てるのが簡単で収穫量も多く、ハイビスカスに似た黄色の花を楽しむこともできるため、家庭菜園でも人気がある野菜です。今回はオクラの栽培方法、育て方のコツをお伝えします。オクラは露地栽培では人の背丈よりも大きく成長します。ベランダなどの限られたスペースで家庭菜園を行う場合はピーク5など草丈がコンパクトでプランター栽培向きのオクラを選ぶと育てやすいでしょう。各オクラピーク5、葉が小さいので密植でき狭い場所でも栽培可能。草丈が低く倒れにくく下の方からどんどん収穫できて生育も旺盛なので長くたくさん取れます。丸オクラ、緑丸の助、スミサイカチオクラに比べて柔らかく鳥をくれても硬くなりにくいので小さいものから大きなものまで長期間収穫できます。角オクラ、満点、背丈が低く家庭菜園やベランダなどで扱いやすいオクラです。長さ7、8センチメートルで収穫します。種と苗、どちらが初心者向き？オクラは種から始めても苗から始めても育てやすさにあまり変わりはありませんが、初心者の方はポット上の苗から育てる方がより育てやすいでしょう。気温が安定する前に種をまいて失敗するケースが多いので、急がず気温が十分に上がってから種をまくようにしましょう。発芽適温25、30度 C、地温が低いと発芽不良、10度 C 以下になるとほとんど発芽しない。お引き起こしやすく初期生育が遅くなり苗立ち枯れ病の被害も増えます。直まきの場合は早めにマルチを張り地温を上昇させておきます。発芽温度は次の表の通りです。種まきの目安は最低地温が15度 C 以上になった頃です。一般地のマルチ栽培では5月上旬頃、トンネル栽培では4月上旬頃になります。7月は十分地温が高いので全く問題ありません。事前準備のポイントと注意点。プランター1ポット、苗3、4株を分けずに植えます。につき直径30センチメートル以上、深さ30センチメートル以上の深型タイプの大型プランターを用意します。長型65センチメートル幅プランターの場合は2ポット、6、8株を植え付けることができます。土、園芸専門店などで売られている安全で品質の良い野菜用の培養土を使用します。支柱、花が咲いたら株を支えるために使用します。15センチ程度のしっかりした支柱を花が咲くまでに用意しておきましょう。1、種まきまたは苗の植え付けをします。種まきは気温が安定する5月中旬以降に行います。9センチメートルポリポットまたは直まき、いずれも直径4、5センチメートル、
深さ1センチメートルくらいの穴を作り、4、5粒をまいて1センチほど土をかけ、手で軽く押さえて水やりします。苗の植え付けは5月中旬から遅くても7月中旬くらいまでに行います。オクラの苗は4月下旬頃から販売が始まります。5月中旬以前に植え付ける場合は、オクラにとってはまだ寒いので、不織布などで覆うか、ホットキャップをしてしっかり保温します。3、花が咲いたら支柱を立てて追肥をします。発芽、または植え付け後、1ヶ月くらいで花が咲き始めます。オクラは株が倒れやすいので、花が咲いたら支柱を立てて苗を支えましょう。また、同じタイミングで追肥をします。追肥は、花が咲いた頃から10日、2週間ごとに定期的に行ってください。追肥には、固形肥料と液体肥料を使います。活力剤は不要です。4、静止をします。実がなる頃にはだいぶ株が大きくなっているので、葉が混み合っている場所は葉を取り、風通しを良くしましょう。実を取り続けて上の方に実がなるようになってきたら、オクラの実の下の葉1枚を残して他の葉をすべて取り、株姿を整えます。5、オクラを収穫します。花が咲いて、3、4日ほどで収穫できるようになります。オクラは成長が早く、収穫が遅れると実が硬くなり、食べられなくなってしまいます。取り遅れないように気をつけましょう。露地栽培は9月ぐらいまで、プランター栽培は9月いっぱいぐらいまで収穫できます。初心者が家庭菜園でオクラの栽培を成功させるポイント。発芽適温を守る。気温が低いと種をまいても芽は出ません。種から育てるときは、必ず気温が安定してから種まきをしましょう。発芽に必要な温度は25、30度 C です。八重桜が咲く頃を目安にするといいでしょう。種まきは7月頃までできるので、焦らず、気温が安定してから始めるようにします。購入した苗は株分けせずにそのまま植え付ける。移植を嫌うので、苗から育てるときは双葉や本葉が2、3枚程度のあまり育ちすぎていないものを選びます。オクラの苗は3、4株が1つのポット苗として売られているので、苗を株分けしてしまいがちですが、根鉢を崩したりして移植に失敗すると枯れてしまうので、購入した苗はそのまま植え付けるようにしましょう。害虫対策は早めに行う。害虫対策は早めに行うことが大切です。食品成分由来の薬剤などを散布したり、定期的に葉の表や裏などをこまめにチェックして、早いうちに見つけて対処するように心がけましょう。初期はアブラムシやガの幼虫、ヨトウムシなどに、後半はカメムシなどに注意が必要です。収穫適期を逃さないように気をつける。オクラは1日でも収穫が遅れると成長しすぎて実が硬くなり、食べられなくなってしまいます。収穫適期を逃さないように気をつけましょう。実がなっていることに気づかず、見逃してしまうことも多いので、花が咲いたら、毎日よく観察してください。収穫の目安は、咲かちの長さが5、8センチメートルくらいです。また、収穫の時期も後半になると、オクラの実が曲がる、イボが出るなどの症状が出ることがありますが、収穫のタイミングさえ遅れなければ問題はないので、収穫して食べることができます。オクラの栽培方法、育て方のコツをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。オクラは夏バテ対策にも良い栄養価の高い食材ですが、購入すると意外と高いもの。家庭菜園で育てれば次々と収穫できるので、重宝します。家庭菜園で作ったオクラの持つ栄養とパワーで、夏を元気に乗り切ってください。
これからも植物栽培について情報発信していこうと思います。チャンネル登録もお願いします。